Good morning, everyone. Did you enjoy the first day of Ruby Kaigi and the party on the road street? Yeah. That was crazy party. And I'd like to say hello in English before starting my keynote presentation, since this is international conference and the public language here is English. In fact, at first I planned to present my keynote in English, but I didn't have enough time to prepare for that. I'm sorry. I'm very honored to be here in front of such big number of Rubies from all around the world. I'm very grateful to organizers and staff. Thank you. I hope you enjoyed the Ruby Kaigi and the beautiful sights and great foods in Fukuoka City. Okay, now I'd like to switch to Japanese. このセッションの一番難しいところをこなしたので、ここからは日本語で話をさせていただきたいと思います。All bug fixes and incompatibility というキーノートを始めさせていただく前にですね、最初に rubygems.org の方から大事なお知らせがありますので、それをお知らせさせていただきたいと思います。昨日の Ruby3 プログレスレポートでも、柴田さんの方からアナウンスがあったと思いますが、昨今 rubygems.org の、アカウントがハックされて、悪意のあるジェムパッケージがリリースされてしまうというような出来事がありました。で、RubyGems では最近マルチファクターオーセンティケーションの機能が追加されていますので、このエコシステムを守るためにですね、どうか rubygems.org のアカウントを持っていらっしゃる方は、まずパスワードを使い回さない、脆弱なパスワードを使わない、それからマルチファクターオーセンティケーションの設定をぜひしていただくようにお願いします。ということで rubygems.org からのお知らせでした。はい。では、キーノートを始めます。前置きが長くてすいません。まず自己紹介をしたいと思います。長近という ID でいろんなことをやってます。Ruby のコミッターをやっていて、ご紹介いただいたように Ruby の安定版のブランチメンテナーというのをやっています。で、今、2.6 におととい 2.6.3 が出たと思いますけど、その後で私が 2.6 のメンテナに切り替わったというふうに思っております。で、オープンソースの、活動、ソフトウェアの活動で、あまりそう使われているものはないので、代表作っていうと、ソフトウェアじゃないんですけれども、Ruby Trunk Changes っていう、ブログを書いています。これは、Ruby のリポジトリのコミットを毎日読んで、日本語でちょっとしたコメントを書いて、っていうのをやっています。これを、2010年からなので、今8年目か。で、今年の夏ぐらいに丸9年になるぐらいやっています。それから、福岡に私は今住んでいまして、福岡の地域 Rubyist コミュニティの福岡 .rb をうずらさんや小田さんといった他のオーガナイザーの方々と一緒に毎週ミートアップを開催しています。それから、最近は数値演算系のライブラリの TensorFlow っていうのをよく使っているので、そのユーザーグループである TFG っていうユーザーグループの福岡チャプターのオーガナイザーもやらせていただいています。で、今日のお話は、すいません。あれ？はい。今日のお話は、主にこの安定版メンテナとしての活動にまつわる話をしたいと思います。はい。ということで、まずは Ruby の安定版のメンテナンスとは一体どんなことをしているのか、ブランチのモデルとかメンテナンスポリシーとか、そういうお話をしたいと思います。こういうお話は過去に柴田さんとか宇佐さんとかが Ruby 会議であるとか別のカンファレンスでもされていると思うので、すでに聞いたことあるっていう方もいらっしゃるかと思いますが、お付き合いください。はい。まずは Ruby のブランチモデルですが、Ruby では開発は主にトランクっていうブランチ、メインのブランチで行われます。
Ruby のリポジトリは長年サブバージョンが使われていたので、メインのブランチの名前をトランクというふうに呼んでいます。Git でいうところのマスターブランチですね。で、2.5 とか 2.6 っていう安定版のブランチは、このトランクから切られて、それ以降、バグ修正などは基本的に常にトランクに対して行われて、そのうち必要なものを安定版ブランチにバックポートするという形でメンテナンスは行われます。Git でいうところのチェリーピックですね。で、安定版ブランチで修正をして、それをトランクに戻すという操作はしません。それから、それぞれの安定版ブランチにはメンテナーが1人ついていて、私もその1人です。もう1人が宇佐さん。それからトランクのところに書いてあるのが、リリースマネージャーという役割で、これを今、成瀬さんがされています。で、リリースマネージャーの仕事というのは、トランクから新しい安定版ブランチを切って、で、新しい安定版の最初のパッケージ、例えば 2.6.0 とかをリリースするというのが、作業としては仕事です。ただ本当の仕事はそれだけじゃなくて、その1年かけて新しいバージョンをリリースするために、いつまでにプレビューを出すとか、いつまでにリリースキャンディデートを出すから、みんなこの日までに新機能入れろよみたいな、そういうマネジメントみたいなことをするのも仕事です。で、安定版のリリースがあってしばらくしてから、その安定版ブランチのメンテナンスを私が引き継いで、私がメンテナンスしていたブランチを今度宇佐さんに引き継いでというふうに、スライドが起きるというのを毎年やっています。ただ、今年はちょっと例外があって、日本の新年号の令和ですね。あれの発表が4月にあるということが事前に分かっていましたので、それに対してユニコードが対応するバージョンを出すということを予定されていたので、4月に、おととい出た 2.6.3 がそうですけれども、それに対応したバージョンを出すというところまでを成瀬さんが対応されてました。それから、毎年一つブランチが、つまりメンテナーがスライドすることで、メンテナーが不在になるブランチというのがあります。このブランチはエンドオブライフを迎えて、それ以降メンテナンスされなくなる。死んじゃうわけですね。ということが起きます。ちょっとこの図では書いてないんですけれども、他にもセキュリティメンテナンスフェーズというものもあるんですが、ちょっと今日はその話は割愛させていただきたいと思います。はい。ここで一旦安定版メンテナーの仕事についてまとめると、大きく2つあって、まず1つは日々の仕事として、トランクからのバグ修正を安定版ブランチにバックポートするというメンテナンスの作業。それから、安定版ブランチから、バージョン番号の3桁目のが上がった安定版パッケージのリリースというのをしていくという作業です。もう一つ大事なというか大変な仕事としては脆弱性対応っていうのがあって、脆弱性のレポートがあったときに、その修正を出さないといけないんですけども、セキュリティフィックスっていうのは全てのバージョンで足並みを揃える必要があるので、関係者と調整したりしてやらないといけないので非常に気を使う仕事です。ただ今日はその話はしません。今日するのは主にこのバックポートのところですね。日々のメンテナンスの作業についてのお話をしたいと思ってます。で、繰り返しになりますが、日々の我々の安定版メンテナの仕事というのは、トランクに入った修正を監視して、必要なものを安定版ブランチにバックポートします。という仕事です。ただ、本当にトランクに入ったものを毎日見て、僕は見てるんですけど、見て即座に必要だと思ったらパッて入れるわけではなくて、ある程度寝かせるっていうことをしたりするし、本当に毎日やってるわけではないんですね。で、そのためには我々はレッドマインっていうバグトラッカーを Ruby で使っていますが、これを我々安定版ブランチメンテナーも利用しています。で、レッドマインっていうのは、このアドレスでホスティングされているものですね。Ruby の新機能の提案とか不具合修正なんかもこれを使って、受け付けています。
で、我々安定版メンテナもこのチケットを利用してどの修正がバックポートが必要かということを管理しています。で、さっき紹介したようにRuby の開発は常に最初にトランクで修正を行ってそれをバックポートするというモデルですので、普通のメンテナというかコミッターの方はオープンのチケットを見ていると思いますが、我々安定版メンテナはクローズになったトランクで修正が行われるとクローズになるので、クローズになったチケットを見ています。で、そのうちで修正バックポートが必要なものはバックポートする、そうでないものはそのままという管理をしています。で、このチケットを選んだのはすごくいいレポートだなと思ったから選んだんですけれども、ここですね。安定版メンテナにとっていいっていうことなんですけど、どのバージョンで起きるかっていうのをちゃんと書いてあってですね、しかもどのバージョンでは起きないということも書いてくれているので、これはバックポート実際には不具合のどこに原因があるかを調べるときにもこういう情報は役に立つんですけれども、安定版メンテナにとってはどのブランチにバックポートが必要かっていうのが分かりやすくて非常に助かります。で、ちょっと戻りますが、右の方にバックポートっていうフィールドもあって、これを使って我々はこれは必要だとかもう終わったっていうのを管理してるんですけども、皆さんはこれを直接編集する必要はなくて、もしこの修正はまだバックポートされてないけど必要だよっていうことをリクエストしたいときは関連するチケットを探していただいて、そこでバックポートしてくれってリクエストをしていただくとか、もし関連するチケットがないけどここで修正されてるんだけどこれがバックポートしてほしいっていうときはチケットを開いていただいてバックポートリクエストしていただくというのにも構いません。その時はできればクローズした状態でチケットを作っていただければ我々の目に留まりやすいと思います。で、もう一度ブランチモデルの図に戻りますが、ここで2人安定版メンテナーがいるんですけれども、我々は基本的にこの仕事はフルタイムの業務としてではなくて、ボランティアで行っています。なので、このバックポートの仕事を一人で複数のブランチに対して行うっていうのは、ちょっと現実的には難しいかな、ほぼ不可能かなと思っています。なので、Ruby の各バージョンをどれぐらいメンテナンスできるか、どのぐらいの期間メンテナンスできるかっていうのは、この安定版メンテナーが何人いるかっていうことと、あと Ruby のリリースをどれぐらいの間隔でするか、新しい安定版をどれぐらいの間隔で出すかっていうことですね。これに依存してます。なので今は新しい安定版バージョン、マイナーバージョンを上げた Ruby っていうのは毎年ほぼリリースされています。で、2人メンテナーがいるので、セキュリティメンテナンスというのもあるので、あるバージョンの安定版ブランチというのはおよそ3年ぐらいメンテナンスされるというのが現状です。で、じゃあもっと長くしたいって思った時に、じゃあ Ruby のリリース2年に1回にしますか、間隔伸ばしますかっていうと、それは多分良くないですね。なぜかっていうと、皆さん新しい Ruby が毎年欲しいですよね。いや、欲しくないかもしれないけれど、それ伸ばしてしまうと、その Ruby の進化、新しい機能を入れようっていうモチベーションとかって、新しいバージョンを出すから入るっていう面が多分あると思うんですね。そうすると間隔を伸ばしてしまうと Ruby の進化がゆっくり鈍化してしまうっていう危険があると思います。なので、安定版のリリースの間隔を伸ばすっていうのはあんまりいいアイデアではないでしょう。とすると Ruby の安定版もっと長くメンテナンスしてほしいって思った時にはどうしても人手が必要になる、新しい安定版ブランチメンテナーが必要になってくると思います。あと、勘違いしてほしくないんですけど、別に今僕メンテナーをやめたいと思ってるわけじゃないんですけど、そうは言っても長く今後 Ruby が使われ続けていくことを私も期待していますけれども、そうすると、いずれメンテナーの世代交代というものが必要になってくる時期もすごく長いスパンで見るとあるでしょうと。人間には1年に1歳年を取るっていう脆弱性があってですね何もしないと Ruby のコミッターとか、安定版メンテナーとかって1年に1歳平均年齢が上がるんですね。別に若い方がいいとかそういうわけじゃないにしても、
世代交代は必要でしょうと。ということで、今日のここからの話は、この会場の中にもしかしたらいらっしゃるかもしれない将来の安定版ブランチメンテナーにですね、私からの申し送り事項を話したいと思います。僕この申し送り事項っていうのが英語で何て翻訳されるのかすごい気になってるんで後で教えてください。経験者からのアドバイスをしますっていう感じです。で、じゃあ安定版ブランチメンテナーになるにはどんな資質がいるんですかっていうのが次に気になるところだと思うんですけど、いやこれはなかなか難しくて、私にもこれとこれができればいいよっていうのはなかなか言いづらいんですけど、一応考えてみたのが、当然ですけども Ruby の実装についてすごく深く詳しくなくてもいいけども広く浅く押さえてる知ってるっていうことは必要なのは間違いないかなと思います。あとはさっき話したように安定版ブランチは 2,3 年メンテナンスされます。で、ある一人の人は少なくとも1本のブランチを1年は見ることになります。そうすると、ある程度継続的に活動できる見込みがあるっていうのは大事になってくるかなと思います。それから、これが今日のメインの話なんですが、メンテナンス方針というかメンテナンスポリシーというものに対する理解っていうものが必要なんじゃないかなと思います。で、このメンテナンスポリシーの話をちょっと話すると、一言で言うと、バグ修正は直します。安定版はバグを直したいのでメンテナンスするので、バグ修正はします。バックポートしますが、新機能であるとか、スペックチェンジ、非互換のあるようなものはバックポートしませんっていうのがメンテナンスポリシーです。すごい簡単なんですけど、まずそのメンテナンスって具体的に何なのっていうのをちょっと整理してみると、Ruby のブランチモデルの場合は必ずトランクで修正が行われて、それがバックポートされますっていう話をしました。ということは、メンテナンスってトランクのバグがトランクのコミットが連綿と一連のコミットがあります。それを一つずつ見て、これはいらない、これは入れようっていう判断をする。それが実は安定版のメンテナンスの肝というか一番メインの仕事なわけですね。もちろん実際にはそれをバックポートしようと思ったらコンフリクトしたので修正が必要でしたとか、あともう全然書き換わってしまっているのでほぼ新しいパッチを書かないといけないっていう時もあるんですけれども、その元になる動機っていうのはやっぱりトランクのこの修正いるかないらないかなっていうところがあるので、そういう技術的なところを除くとトランクのコミット一個一個見てこれはいるいらないっていう判断ができるかどうかっていうのが実は安定版ブランチメンテナの能力の根源なわけですね。で、ただじゃあバグフィックスとこれはフィーチャーチェンジだっていうのを明確に分けられるかっていうと、そんなに現実的には簡単ではなくて、いろいろ判断に悩むことが多々あります。なので、今日はまず一つそれを実感する例を挙げてみたいと思います。でですね、今日挙げる例は IORead っていうメソッドの例で、これが一昨年ぐらいかな、あった議論なんですが、io.read っていうのは、第一引数にファイル名とかを文字列で指定して、そのファイルの中身を読み込んでその文字列を返すというメソッドです。で、読み込むサイズとかオフセットも指定できますが、なければ全て読むと。ちょっとした書き捨てのスクリプトとか、ワンライナーみたいなところではよく使うんじゃないかなと思います。で、これは RDoc ドキュメントの、からのコピーをしたんですけど、赤い線引いたところをよく読むとですね、実は io.read って一文字目が第一引数の一文字目がパイプ記号だった時って、そのパイプ記号を取り除いた後のところをコマンドとして解釈して、それを実行してその出力を読むんですね。なので実は io.read ってコマンドを実行させることができちゃうんです。これは結構知ってる人もいると思うんですけれども、
一昨年の年末ぐらいにこのことがちょっと問題になったことがあって、なぜかというと、知ってる人でももしかしたらうっかりあるかもしれないんですけど、これを知らない人が、外部からの信頼できない入力を io.read の第一引数に渡してしまう。あと、このチケットはオープンですね。オープンも同じ挙動するので、そういうところに信頼できない入力を渡してしまうと、要は外部から与えられた入力によってコマンドを実行してしまうっていうような、これは脆弱性じゃないかっていうような議論がありました。で、それはアプリケーションとしては確かに脆弱なんだけど、Ruby の仕様としてはそうなので、これは脆弱性、Ruby としては脆弱性じゃないよっていう話になっているんですが、ただ、これうっかりやっちゃうことあるよねっていうことで、これ禁止した方がいいんじゃないかとか、少なくとも警告出そうみたいな議論が、一昨年年末ぐらいにありました。ただこの時は、結局これを全面的に禁止、オープンとか io.read で禁止しようっていうことにはなりませんでした。なので今この挙動は変わっていないと思います。で、この時にもう一つですね、あった議論として、io.read はいいですと。オープンもしょうがない、いいだろうと。あまりにも影響が大きいのでですね。ただじゃあ、file.read っていうメソッドもあります。これは実態としては、ファイルって IO を継承しているので、io.read を継承しているだけのメソッドなんですね。なので実態は一緒なんです。だけど、IO はいいですよ。IO は全ての IO を包括したクラス、表現したクラスなので。でも、ファイルっていうクラスは、ファイルシステムにあるファイルを操作するためのものっていうクラスじゃないですか。なのに、file.read ってやったらコマンドが実行できちゃうっていうのは、これはちょっと、意外というか、期待してない動きのように思えますよね。これは非常にもっともで、なので、file.read ぐらいは、このパイプを禁止してもいいんじゃないかという話がありました。で、これが 2.5.0 の、すいません。2.5.0 のリリースの直前ぐらいにこの議論がありました。で、確かに file.read でコマンドが起動されちゃうのはおかしい。やめようっていうことになったんですが、調べてみると、GitHub のソースコードとかを検索すると、実際に file.read の一文字目にパイプを書いて、リテラルでなので悪意のあるコードじゃないんですけど、file.read でパイプを書いてコマンドを実行して使うっていうのを期待している、使われている例がもうすでにあったんですね。なので 2.5 のリリース直前だったので、もうすでにプレビューとかも出た後なので、今この挙動を変えてしまうのはまずい。明らかに期待している動きは禁止した方がいいよねっていうのはみんな納得いくところだったんですが、今変えてしまうと、そのアプリケーションを使っていた人は急に壊れちゃうわけですね。なのでどうしたかというと、2.4 は普通に動きます。で、2.5 は一旦、警告を出すようにしましょうと。io.read と file.read は同じメソッドなんですけれども、レシーバーが io 以外だったときは、コマンドを実行しないようにしようと。間違えた。失礼しました。警告を出すようにしようと。まず 2.5 ですね。で、これで 2.5 を使っていただければ、file.read でコマンド起動できなくなるんだなっていうことが分かるので、アプリケーションとかライブラリも対応していただけることを期待しているわけです。で、2.6 では改めて、コマンドは実行できないようになりました。なので今 2.6 のバージョンを使っている方は file.read ではコマンド実行できないようになっていると思います。で、この例は、不具合っていうよりは、この仕様おかしいよねみたいな話なんですけど、これも不具合と思えば思えますよね。でもこれ直しちゃうとアプリケーションが壊れるので、これは非互換です。この例はなのでバグ修正と非互換の間のグレーなところの、どっちかというと純粋な仕様変更に近い側なので、比較的判断はしやすいと思うんですけどもっていう例を挙げてみました。
で、ちょっと話は変わって、この発表のために私が過去に6つの安定版ブランチを担当してきましたけれども、この安定版ブランチごとに何個のバックポートコミットをしたかっていうのを数えてみました。私がしたやつで、他の安定版メンテナーの方がしたものは含まれてないんですけど、で、こんな感じで、2.0.0 とか 2.1 の頃がすごい多くて、だんだん減っている。別にバーンアウトしたわけじゃなくて、ちゃんと理由があります。おっと。はい。すいません。でですね、2.0.0 とか 2.1 の頃はすごい多いんですけど、そうだ。これをですね、今日の発表のために全部読み直してみました。といってももちろんすごい細かくは読んでないです。ちょっとずつちょっと読んでみて、なんか思い出す、脳の中の記憶を掘り出すぐらいなんですけど、で今 2.0.0 の頃のバックポートを見るとですね、ちょっとホイホイと何でもかんでもバックポートしすぎていて、こいつはまだまだ未熟だなという感じがありました。あと 2.0.0 の頃はちょっともう記憶が定かじゃないんですけど、おそらく使ってたバックポート用のツールが対応してなかったんだと思うんですけど、今であれば一つのチケットに複数のコミットがあった時ってそれをまとめて1回のバックポートコミットにしてるんですけど、この頃はツールの制限なのか一個一個バックポートしていて、そのせいで 2.0.0 は異常に多くなってるんじゃないかなというふうに思います。なので適正な1年間のバックポート数はその後の200前後が適正な数じゃないかなというふうに思いました。で、そうすると 2.5 がすごい少なくて極端に少ないので、去年はちょっと手をあんまり動かせなかったのかなと反省したところです。はい。ではここからですね、ちょっと恥ずかしながら私の安定版ブランチメンテナンスをしていた上でやってしまった失敗を挙げてですね、将来のブランチメンテナーに対する教訓を残していきたいと思います。はい、ここからちょっと具体的な事例を見ていくんですけど、まず最初、このチケットは 2.0.0 の頃ですね、パフォーマンス改善をバックポートしちゃったっていうやつです。チケットを見ると、GC の不具合の修正なんですよ。どういう不具合かっていうと、GC1 回やればいいとこをなんか2回やっちゃってましたっていう不具合なんですけど、確かに挙動としては間違ってるので、バグっちゃバグなんですよね。ただ何が困るかっていうと、ちょっと遅くなると。なので実質これはパフォーマンスを改善しました。パフォーマンスを改善っていうか悪かったのを直した。なので不具合修正ではあるけれども、パフォーマンスを改善しましたというものです。で、コード見えなくても大丈夫です。雰囲気だけで、構造体のメンバーを追加して、ちょっと条件を増やして、ってやって、これで治ったっていうもので、そんなに分量は多くないんですけど、パッと見というかよく読んでも、明らかにこれでいいよねっていうか、なんていうか、パッと見ですごい安全そうと今は私は多分思わないですね。ただその時の私はそうですか、成さんが言うことだしって信じちゃったんで、バックポートしました。で結果Windows 版の CI で失敗をしたのでリバートして、そのままリバートしたっていうことがありました。でこの件の教訓っていうのは、まずパフォーマンス改善っていうのはバックポート対象ではないということです。厳密に言うと元のチケットにあった報告の修正っていうのは確かにおかしな挙動を直しているのでバグ修正といえばバグ修正ですが、実態としてはパフォーマンスの改善がメインの動機でした。でパフォーマンス改善は、安定版ブランチにおいてはその修正の対象じゃないです。速くなるのは新しい安定版の方で、トランクの方で速くなってくれればよくて、安定版はあくまでも互換性を維持する方が重要なので、それを入れてもしバグが入ってしまったらそっちの方が問題なので、これはバックポートすべきではなかったなと思っています。はい。次の例も 2.0.0 の頃なんですが、このチケットはタイトルにあるように、
include と include と alias メソッドとスーパーを組み合わせると、メソッド探索がバグがありますっていうもので、だいぶ複雑な前提条件のもとでですが、スーパーで呼び出すべきメソッドがどのメソッドかっていうのを探索するときに無限再起状態になってスタックオーバーフローしてしまいましたというものです。で、メソッド探索と、あと定数探索もちょっと似たところがあるんですけど、どの定数を呼ぶべきかっていう参照を探すのも似てますけれども、これはインクルードとかプリペンドとかいろいろあって複雑な条件が絡み合うことが多くてですね、特に Rails のようなメタプログラミングをヘビーに使っていると時々こういう変な H ケースを踏むことがあります。でこれも差分はそんなに重要じゃないんで雰囲気だけなんですけど、要はこういう場合どうするのっていう考慮が足りてなかったので、その情報が分かるように関数に引数追加してその条件分岐ちょっと増やしましたっていうので、そうですよねっていう感じなんですよ。でこれもバックポートしました。ところがですね、これもその追加した分岐のところとかで引数のところとかで、多分普通だったらクラスとかモジュールが入っているはずなんだけど、そこがニルになってました。ニルになることが稀にありましたっていうことで、ある特定の文法を使うと、文法というかある特定の条件が成り立つと、そこでニルのものをニルだと思わないでアクセスしてしまうので、不正メモリエラーが起きてセグメンテーションフォールトしてしまったという不具合報告があって、これを追加修正して、次の安定版で直したということがありました。で、この例で言いたいのは、まずメソッド探索、あと定数探索もですね、は結構こういう経験的に追加修正が伴うことが多いです。おそらくもともと複雑な条件を絡み合うことが多いのと、エッジケースがすごく多いと思うんですね。なのでこの辺いじる人って大体すごくそのあたりに詳しい人なんですけど、そういう人たちが修正してもうっかりバグが入ることはよくあります。でこのケースは元がスタックオーバーフローしてしまいますなので、結構重大な問題なので、いいんですけれども、いいというかしょうがないんですけれど、これがもっとものすごいレアなケースだとか、不具合が起きるは起きるんだけどもうちょっと軽微なものである、回避可能なものであるっていう場合は、そこをいじって別のバグが入るとそっちの方が問題になるっていうこともあるので、修正入ったすぐに入れるぞって入れるよりは少し様子を見たりする必要があると思います。はい。で、次はリファインメンツの話。リファインメンツも似たような話ですね。リファインメンツはレキシカルに、つまり見た目上この範囲だけは別のメソッドを呼ぶようにするっていうものなので、これもメソッド探索の分野の一つなんですね。で、このチケットはかなり古いもので、2.0.0 の、すみません、これは実際はバックポートじゃないです。リリース前です。イコール3つのパターンマッチなのかな、演算子がありますけど、ケース文でwhen節のところに書いた条件とパターンマッチするときって、イコール3つのメソッドを呼ぶんですね。で、これはもうドキュメントにも書かれていて、内部でこれを暗黙のうちに呼びますと。で、リファインメンツっていうのは、レキシカルに聞くので、呼ばれたメソッドの中で呼ばれているメソッドとかには聞かないんですよねっていう仕様です。でもこの場合は暗黙のうちに呼ばれているので、そこにもリファインメンツ聞くべきなんじゃないのって言って直しているものです。でですね、リファインメンツってこういう暗黙のメソッド呼び出しに聞くっていうのが最初はなかったのがだんだん増えてきている印象があります。でですね、これは、バックポートじゃないんですけど、リリース前に入っていて、でこれの考慮不足があって、2.0.0 のリリース後にセグメンテーションフォールトが発覚して追加修正をしてバックポートしたっていうのがありました。これはバックポートで壊れたわけじゃないけれども、僕のせいじゃないけど、そういうことはあった。で、言いたいのは、リファインメンツって、メソッドサーチに関わるので、同じような、
不具合の入りやすさっていうのがあるに加えて、もう一つリファイメンツの仕様って実はあんまちゃんと固まってないと僕は思ってるんですね。ちょっと松がそこにいるのですごい緊張するんですけど、っていうのは入ってからですね、バージョン 2.0.0 で入って 2.1、2.3 でバージョンを減るに従って、暗黙のメソッド呼び出しにこれにも聞くべきなんじゃないのって言って、そうだねって言って聞かせるようになるっていうのが徐々に増えているんですね。影響範囲が広がっていっていて、でそれを見るたびにこれは仕様変更なんでしょうね。でもバグなのか仕様変更なのかすごい悩むので、リファインメンツは鬼門です。使うなって言ってるわけじゃないですよ。で、ここからだいぶ気の重い話が続いて、2.0 の頃での文法周りの修正の話です。これは、日本語だと参考演算子とか条件演算子とか言うと思うんですけど、ハテナとコロンマークを使った演算子で条件分岐をする演算子で、その値のところに do と end を使ったブロックを持ったメソッド呼び出しがあると文法エラーになる、シンタックスエラーになるというものです。で、これ困るので当然直しました。で、直すとですね、今度はハッシュリテラルの値のところにレスキューって書いたらシンタックスエラーになっちゃったんですけどっていうのが来たですね。で、もう一つ、ハッシュリテラルにヒアドキュメントを書いたらエラーになりましたっていうのがもありました。で、これなんでかっていうとですね、上が条件演算子ですよね。はハテナとコロンを使ってるんだけど、ハッシュリテラルもキーがシンボルの時はコロンを使って書けます、リテラルは。で、同じコロン記号なんですよね。全然違うものだと皆さん思ってるでしょ。パーサーの中の人というか、パーサーの中的にはトークンとしては一緒なんですよ。で、フラグ、ちょっと嘘言ってるかもしれないけど、フラグとかを使って、読み分けてるわけですね、文脈によって。で、そうすると参考演算子のコロンのところをちょっといじったせいで、ハッシュのリテラルのところになぜか影響してしまったというので、本当に辛いので、パース .y、Ruby の文法の実装ですね。これは本当に複雑で、そのコロンが別のところで、同じものが別のところで別の意味を持つっていうのをフラグを使って管理してるとか、あと、皆さんメソッドの呼び出しにメソッドの呼び出しの引数にメソッド呼び出し書きますよね。で、そのメソッド呼び出しにブロックがあって、その中にメソッドが呼び出されてたりするじゃないですか。それ冷静に考えると、すごいネストした構造を持っていて、それを管理するために、パーサーの中だけで独自のスタック構造を持って管理したりとかしてるんですね。なので、YAC とか Bison を使って Ruby のパーサー書かれていますけど、それに慣れている人であっても、もともと結構難しいと思うんですけど、それに慣れている人であっても Ruby のパーサーを読むっていうのはなかなか難しいと思います。で、もう一つはこの組み合わせが、文法の組み合わせはすごい膨大にありますよね。メソッドの引数には任意の式が書けるのでそこでどんな式でも書けちゃいますと。で、パーサーの不具合って大体すごいレアなケースというか、こんなこと書く人がいるんだっていうところで起きるんですよ。で、それの全部をテストで網羅しておくっていうのはなかなか難しくて、現状全部網羅できてるとは言えない。で、カバレッジの考え方もこのコード通ってるからいいよねじゃなくて、組み合わせで起きてしまうんですよね。なので全部を網羅してテストで事前に検知するっていうのは非常に難しいと思います。あともう一つ重要なポイントは、シンタックスエラーっていうのはすごく重大なエラーだということです。Ruby って柔軟な言語なので、例えばこのモジュールのこのメソッドに不具合があったっていうのが分かったときに、モンキーパッチを書いて、ライブラリとかアプリケーションに直接手を入れないでも、なんか一つモンキーパッチを当てるスクリプトを書いて、それを事前に読むとかすることで回避することができるっていうケースもあると思います。だけどシンタックスエラーはファイルをロードした瞬間にエラーになっちゃうので、もう読むことすらできないんですね。なのでモンキーパッチすらできないので、シンタックスエラーになるっていうのは
非常に影響が大きいんです。なので重大な問題になりやすいです。なのでシンタックスエラーのバックポートってすごい気が重いんですよね。これ直さないと困る人いるけど、直したら別のシンタックスエラー起きたらそれでもっと困る人いるかもしれないと。で、シンタックスエラーの例がこの後いっぱい続くんですけど今度は必須キーワード引数 2.1 の頃ですね。2.1 のメンテナンスをしている頃で、必須キーワード引数、キーワード引数ってデフォルト値が大抵入っていると思いますが、省略ができるように今なってます。で、つまりデフォルト値を書かないんですね。これが 2.1 の頃に入って、で、もう本当にびっくりなんですけど、こういうふうにメソッド定義して、カッコでメソッド定義の引数のところをくくってないとシンタックスエラーになることがあるっていう具合があって、これをなんでリリース前に見つけられなかったんだろうってすごい思ったんですが、とにかくこういう重大な問題があったので修正して 1.2 かな出しました。出したらですね、またなんですけど、ハッシュだって同じコロンじゃないですか。なので不具合がハッシュリテラルに出てしまいました。で if を書くとシンタックスエラーになるよっていう。で、これはもう一人同じ修正を不具合を報告されたので、きっと結構重大な影響があったんだと思われます。でね、このケースはちょい微妙で、具体的に何が起きたかっていうとこれですね。必須キーワード引数のコロンとハッシュリテラルのコロン一緒だから影響があって、上を直したら下がエラーになっちゃいましたと。で、パッと見これどっちが重大そうに見えるかっていうと、印象論だと思うんですけど、今これを見てどっちが重大だと思いますか？多分上の方が普通に書いてて起きる。だからどうして見逃したんだって感じなんですけど、じゃないですか。上がエラーになったらすごい困る。下はなんか書き直せるじゃないですか。やろうと思えばね。だから上の方が重要って思いますよね。ただ考えないといけないのは、これ 2.1 の頃なんです。で、必須キーワード引数は 2.1 で入ってるんです。っていうことは、世の中のその時点でですね、今はもうあると思うけど、世の中に出回っているアプリケーションとかライブラリのコードで、必須キーワード引数をこのような形で使っているものって多分なかったんです。なぜなら、起きるのはシンタックスエラーじゃないですか。シンタックスエラーになったら、その部分通るか通らないかとか関係なく絶対動かないんですよ。ということは、その時点でこれ使ってる人皆無なわけですよね。って考えると、今は違うけど、この時点では上の現実世界での影響はゼロだったに違いない。下の方がすごい困る。つまり、そのタイミングも考えると、この時点で必須キーワード引数、これ直さないっていう選択肢はなかったとは思うんですよ。なかったとは思うけど、もうちょい慎重に見てもよかったかなというふうに思ってます。つまり、その時点ではアプリケーションに実際に使われていなかったであろう必須キーワード引数の分法よりは、もうちょっとレアに見えるけど、ハッシュのリテラルの方が影響が大きかったであろうというふうに考えます。ただこれ選択肢はなかったと思うので、僕は悪くない。次もシンタックスエラーなんですけど、はい、本当にパース Y は魔境です。タイトルにも書いてありますけども、この矢印の形のラムダの書き方ってありますね。これとブロックの do end のブロックを組み合わせると、なんかパース Y パースエラーになる、パースシンタックスエラーになることがありますっていう内容です。でですね、ちょっと詳しい内容が書いてあってですね、目がチカチカするんですけど、上の3つの書き方をすると、どこが結合しているのか分かんないんですけど、シンタックスエラーになると。で、下は大丈夫。何が違うのか。とにかくすごいレアな時には起きるですね。あとそもそもこんなん書いてきたら、コードレビューでこれ来たらお前カッコつけろよって僕は言うと思うんですけど。で、もう一つ重要なポイントが下の方に、これどのバージョンで起きてますっていうのも報告してくれてるんですね。で、これを見ると、その 1.9.3 の頃からありますってすごい古いんですよ。これトランクが 2.3 だから 2.2 をメンテナンスしている時なんですけど、で
なるほど、シンタックスエラーですねって直したんですけど、はい、お分かりの通り、やっぱりちょっと似たような別のところでシンタックスエラーが起きちゃいましたと。起きちゃうのはしょうがないんですよ。パーサー Y は魔境なので。で、ただ今回この例のポイントっていうのは、まずパーサー Y は慎重に扱いましょうねっていう話なんだけど、このバグって 1.9 の頃からあったんですね。なので多分、4年とか5年とかこの状態だったはずなんです。ずっとさっきの文法はエラーになってたはずです。で、それだけ長い間シンタックスエラーが放置されていたというか気づかれていなかったっていうことは、現実的に考えて、あともう一つはシンタックスエラーは回避不能なので、そもそも労働もできなかったはず。ということを考えると、その時点でさっきのエラーになるシンタックスを使っているジェムとかライブラリとかアプリケーションはこのように多分存在しなかった。もしかしたらコードを書いているときに、あれなんかこの例だとシンタックスエラーになるなって言ってカッコをつけた人はいるかもしれないですね。それカッコつけた方がいいと思いますけどそういう影響はあったと思うんですが、でも現実にプロダクションに出ている世の中に出回っているコードにはおそらく使っているやつはなかったでしょうと。って考えると、これもさっきのと一緒で元の不具合自体そんなに大きな影響は持ってなかったんじゃないかなというふうに考えられると思います。なので、これも直すべきじゃなかったっていうわけじゃないんですけど、後の入ってしまった不具合の方が実は影響が大きかったので、慎重にやらないといけないというふうに考えました。で、これ最後の例なんですけど、タイトルの通り FIFO をロードしようとしたら、プロセスがブロックして別のスレッドが動かなくなっちゃいますっていうものです。FIFO っていうのは、Unix 系の OS のプロセス間通信に使うファーストインファーストアウト Q ですね。Q をファイルみたいに見えるものなので、ファイルシステム上にあるんですね。なので、ロードとか require っていうメソッドで読み込むことができます。で、Ruby は、GVL、マッツは GIL って言ってたけど、僕は GVL って言ってるんですけど、グローバル VM ロックっていうロックを持っていて、一つのスレッドはそのロックを持っているものだけが動けると。で、IO でブロックしちゃう、なんか待たないといけないときはそれを解放して別のスレッドが動くようにしましょうっていう仕組みを持ってます。で、この require とか load で、ファイルを読むときはちゃんと解放して別のスレッドが動くようにしているんですね。でも、オープンするときは、オープンってすぐ返ってくるでしょっていうことで解放していなかったんです。だけど、FIFO はどうもブロックするらしいので、オープンするときも解放しましょうっていうので、この修正のメインの部分はこれだけでですね、これすごいこの辺 GVL 周りを使う人にとってはすごい分かりやすいっていうか、こうするしかないよねっていうやり方で、なんていうか非常に美しいパッチなわけですよね。不具合もの理由と、修正がすごいマッチしていて非常に分かりやすいパッチで、も明らかに不具合といえば不具合なので、こうバックポートしたくなるパッチなんですよ。で、入れたらですね、ところがマルチスレッドで特にヘビーなスレッドが動いているところで YAML パースするとなんかすごく遅くなってますっていう報告があってですね、これはどういうことかっていうと、YAML パースするときにエンコーディングなんかのリクワイアが背後で走るんですね。で、さっきのオープンはロックを外してなかったのを外すようにしましたって言ったんですけど、オープンってファイルがあるから開くときにやってるだけじゃなくて、ファイルがあるかどうか調べるために開くのにこの時点ではこの時はやってたんです。今ちょっと修正されてますけれどと思いますけども。で、何が起きるかっていうと、RubyGems をたくさん使っているときにロードパスってありますよね。どこから Ruby の .rb ファイルを読むかっていう候補になるディレクトリがいっぱいあるんですね。で、それを順番にここにあるかなってオープンすることであるかないかを調べてたんですね。そうすると1個のファイルをリクワイアするために何回も何回もオープンって実は行われていました。で、そうするとその都度
スレッドが切り替わって、そのヘビーな CPU いっぱい使ってるスレッドに切り替わって、しばらく仕事をしてまた戻ってきて次を開いてっていうのを繰り返すので、すごく遅くなってしまうと。ということで、トランクではそもそもオープンで調べるのは効率よくないからっていうので修正されてると思うんですけれども、安定版では一旦バックポートした修正ですが、これはリバートということで対応しました。最初にパフォーマンスの問題は安定版の修正対象外だよって言いましたが、現実的には本当にアプリケーションがすごい動かなくなって使い物にならないみたいなのはもちろん考慮する必要がありますし、こういうふうにリグレッションで起きてしまった場合っていうのはやっぱり直さないといけない時もあると思います。あともう一つですね、この件の一番の教訓はですね、誰も FIFO なんかロードしないんですよ。元のチケットもこれはバグかどうか微妙ですがみたいな感じのニュアンスで書かれていて、なのでバックポートしろなんて誰も多分言ってなかったと思うんですね。ただパッチ見ては綺麗だなと思ってバックポートしちゃったんですよ。なので、この教訓は、そんなこんなん誰も使ってないみたいな機能の修正のためにバックポートはしちゃダメだよっていうことなんですね。はい。で今のが最後の例で、ここまでで得られた教訓をまとめると、パフォーマンス改善はバックポートしない。で、ずっとあったバグっていうのはプライオリティを下げていい。ドントって書いちゃってるけど、プライオリティは低いでしょうと。あとはパースワイとメソッドサーチは気をつけろと。あとリファイメント。あと誰も欲していないバックポートはするなっていうことですね。なんですが、これ全部一言でまとめることができると思っていて、現実的な判断をしましょうっていうことなんですね。僕もともとは結構原理主義的な感じで、あと過激派なので、非互換入れてでもいいからトランクは一番いい状態にしろみたいな、一番いい仕様をくれみたいな過激派なんですけれども、安定版のメンテナンスをやるようになってやっぱり少なくとも安定版のメンテナンスに関してはもうちょっとなんていうか穏やかなというか安全寄りの考え方になって、現実的に考えて、確かにバグっちゃバグだよねみたいなのを入れるのはやめようと。困ってる人がいたらそれを助けてあげるために、何とかしてあげるためにバグを直してあげましょうと。なので、トランクで新しい機能を作ったりしている人たちは、木下笹田さんとかも皆さんのために、新しい機能を提供してとかって言ったけど、内心では俺が一番 Ruby を早くしてやるみたいな、そういう野望を持ってやってると思うんですね。なんだけど、安定版のメンテナって結構地味な仕事で、そういう俺が一番安定版をうまくメンテナンスできるんだみたいな思いは別になくて、どういうモチベーションでやってるかっていうと、やっぱりユーザーの皆さんに安定したすいません時々ばかりますけど安定したパッケージを提供したいっていうことでやっているので、現実のユーザーの皆さんが困っている問題があったらそれを直しましょうと。でこれは逆に言うとちょっと冷酷な判断をしないといけない時もあって、何かというと、あるアプリケーションで困っていますこの修正ってこれの修正がないと困りますって言われた時に、でもそれを入れることで仕様がちょっと変わって、例えばレイリッツとかで壊れちゃいます。大きなもっとユーザーベースがすごい大きいアプリケーションで壊れちゃいますっていう時に、安定版メンテナーとしてはよりたくさんのユーザーのメリットの方を優先しないといけないっていう時もあるかもしれないです。なのですいません、あなた方のプロジェクトには不具合のなんていうかデメリットを押し付けちゃうけども、それを直すことでよりたくさんの人にデメリットがあるのでそれはできませんって言わないといけないということもあります。なのでユーザーに対してより多いユーザーに対してのメリットのために仕事をしないといけないというのが安定版メンテナの仕事だなというのが、この6年ぐらい安定版メンテナをやってきて得た教訓です。はい、私のキーノートは以上です。ご清聴ありがとうございました。質疑応答やられます？5分ほどありますけど。何かあれば、はい。
Okay, time for questions for 5 minutes. マイクがあるのでマイク。いつもお世話になってます。いや世代交代の話があったんですけど、ユーザーに価値を届けたい人はいると思うんですけど、その最初のきっかけみたいなのが、なんでブランチメーターになろうと思ったのかっていうのもあったら教えていただけると。はい。最初になったきっかけは 2.0.0 からなんですけれども、Ruby トランクチェンジズをずっとやっていて、で、豆さんですね、遠藤さんが 2.0.0 の時のリリースマネージャーだったんですけれども、長近さんがメンテナやってほしいということで推薦していただいてなりました。じゃあ、もともとコミットを読んでいて、この人が敵になったっていう感じですかね。はい、なので今日ちょっとスライドからは省きましたけど、コミットをみんな読みましょうっていうスライドも本当はありました。わかりました。ありがとうございます。どうも素晴らしいキーノートありがとうございます。ありがとうございます。で、私この分野は素人なのでよくわからないんですけども、バックポートを大体年に200件前後やっておられるっていう数字が出てたと思うんですけど、はい、それでコンフリクトが起きるケースっていうのは大体何割ぐらいあるんですかね。私の方が新しいブランチをやっているので、体感ですけど 20% あるかないかぐらいじゃないかなと思います。結構少ないんですね。ありがとうございます。はい、やっぱり年間の後の方になると半分ぐらいはコンフリクトになるんですけど、僕の方やると大体7割ぐらいコンフリクトしてて、そのぐらい下がるんですよ。はい、お疲れ様です。どうも素晴らしい話でした。Ruby トランクチェンジズでいつも面白い変更の、解説を見て喜んでます。ありがとうございます。で、質問なんですけど、例えば最近の、バックポートで、これはなんかいろんな人が助かるいいバックポートをしたなみたいな印象のあるものが覚えがあったら、ちょっとぜひ教えていただきたいんですけど。バックポートで、なんだろう。やっぱりこう文法とかあとセグメンテーションフォールトが起きましたみたいなのを直すのとやっぱりアプリケーションに対する影響は大きいかなと思うので、そういうものですね。ちょっと具体的な例はすいません思いつかなかったです。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、いいですか。とても有意義な発表ありがとうございます。普通僕らがバグ報告をするときってトランク使っててバグ見つけましたっていう人多分少なくて、みんな自分の家で使っている RBM とかで使っている普通のリリースのバージョンがおかしくってバグ報告をすると思うんですよ。なので、トランクで治るだけでは僕らが幸せにはなることは難しくって最終的にバックポートされて自分の手元に降りてこないと、みんな幸せにならないと思うんですね。なので、バックポートされやすいバグ報告みたいなのをこういうふうに書くともっとシュッといくよみたいな話があるとすごい助かると思うんですけど、どういうふうなバグ報告を書くと一番やりやすいですか？やっぱりどのバージョンで起きました、安定版のこのバージョンで起きましたっていうバージョンの特に起きなかったバージョンも含めて明記されているっていうことと、あとはユースケースというか実際このアプリケーションで起きて困ってるみたいなのは重要なシグナルになります。現実に困っている人がいるっていうのはやっぱりプライオリティが上がると思うので、はい、この GitHub のこのイシューに書かれているんだけどこれはこれで修正されるらしいとか、そういう関連性があると、よりプライオリティは上がると思います。はい、よくわかりました。ありがとうございます。いいですかね。いらっしゃいませんか。じゃあちょっと質問なんですけど、はい、うちの Ruby on Rails が本当にいつも変な Ruby のコードばっかで変な使い方ばっかりしてすいません、ご迷惑おかけしてます。質問なんですけど、はい、今 SVN でやられてると思うんですけど、はい、Git だと嬉しいですか、個人的に。バックポートに関しては、はい、嬉しいと思います。でもう一つの観点として Ruby トランクチェンジというプロジェクトをやってるんですが、
こちらは若干この、管理とか、あとどういう単位で読むかみたいなところは変えないといけないかなと思っていて、そこではちょっと悩ましい面はあるかなという感じです。ね、バックポート、ブランチメンテナーとしては Git になる方がマージチェリーピックはやりやすいんじゃないかなとは思っています。ありがとうございます。Okay, time's up. So, thank you very much, Nagachika-san, for amazing keynote. Thank you very much.